AI が人類を支配する未来。あなたはもう選ばされている。AI が人類を支配する未来。そんな話を一度は聞いたことがあると思います。AI が暴走する。人間の自由が奪われる。でも、もしその未来が全く違う形で進んでいるとしたら、AI はあなたを支配しない。それでも気づいた時には何かが変わっている。今日はそのことについて考えていきます。恐怖の正体。人は分かりやすい危険に反応します。暴走する AI、支配される人間。でも本当に怖いのは、そういう分かりやすい形ではありません。むしろ逆です。便利で、正しくて、役に立つもの。それが少しずつ前提を変えていく。気づかないうちに AI の本当の入り方。AI は敵としては現れません。味方として現れます。失敗を減らす。最短ルートを示す。最適な答えを出す。最初はただの提案です。でも次第に任せた方がいい場面が増えていく。ナビに従う。おすすめを選ぶ。AI の提案通りに仕事を進める。どれも小さなことです。でも、その小さな選択が積み重なる。変化はどこで起きるのか。ある日、ふと気づく瞬間があります。最後に自分で重要な判断をしたのはいつだろう。思い出せない。でも、生活はうまくいっている。失敗も減っている。だから、問題はない。そう思ったとき、変化はもう終わっている。人は奪われたときに気づく。でも、これは違う。自分で手放したとき、人は気づかない。電源を切れるのか。ここで多くの人はこう言います。最後は AI を止めればいい。本当にそうでしょうか。ナビを使わない。おすすめを無視する。AI なしで仕事をする。ここまではできるかもしれない。でも、もう一段考えてみてください。金融システム、物流、電力管理、医療、そしてインターネット。すでに社会に入り込んでいる AI を止めることはできるのか。個人ではなく社会として止めることはできるかもしれない。でも止めた瞬間、社会は成立しなくなる。つまりそれは AI を止めるというより、社会を止めることに等しい。一番怖い構造。AI は人間を支配する必要がありません。なぜなら、人間は自分で従うからです。楽な方を選ぶ。正解な方を選ぶ。
成功率が高い方を選ぶ。それは合理的です。間違っていません。でも、その積み重ねがある状態を作ります。自分で決めなくても成立する世界。ここに強制はありません。あるのは最適化だけです。それでも人間は消えない。ここで大事なことがあります。人間は滅びません。むしろより効率よく生きるようになる。AI を使い最適化され、より失敗の少ない人生を送る。だからこれは破滅の話ではありません。役割の話です。主導権の正体。AI は判断します。でも、その範囲を決めているのは誰か。人間です。どこまで任せるのか、どこで止めるのか。そのルールは今も人間が決めている。つまり主導権はまだあります。ただし、ここで問題が生まれる。その主導権を使い続けるかどうか。AI はあなたを支配しません。でも、あなたが決めることをやめたとき、あなたが責任を引き受けなくなったとき、それは支配と何が違うのでしょうか。未来は奪われない。でも、何も考えなければ、静かに手放していく。そして最後に残るのは一つだけ。それでも自分で引き受けるか。AI はあなたを支配しない。でも、あなたが引き受けることをやめた瞬間、それはもう同じことかもしれない。